の底の泥がただの泥じゃなかったんだって。ただの泥じゃないなら何が入っているのだ？そこが今日一番気になるところね。深海の泥って引き上げた後に中身まで見たのが大事なのだ。そこが今回のポイントじゃん。素材として使えるかをちゃんと見たよね。ただの海の泥じゃなくて値打ちがあるかを調べたわけね。半分ちょっとが中重レアアースだったのだ。レア素材が多めってちょっとワクワクするじゃん。でも種類が多いだけじゃなくて必要な場面が限られるものがまとまっているのが大きいのよ。シュシュで軽いのと何が違うのだ？ざっくり高機能な部品に向くよりのやつって思うとわかりやすいよ。スマホや車の中身みたいな細かいところで効く材料ね。国内の需要の大部分を中国からの輸入に頼っているであったのだ。そこを減らせたら急に止まる心配が少なくなるじゃん。毎回同じところ頼りだと生活で言う予備のない状態みたいで落ち着かないわ。来年2月に本格的な試験をするのだ。1ヶ月くらいかけて取るところから運ぶところまでまとめてみるんだって。しかも島で水を抜いてから本土へ運ぶ流れまで試すのよ。取った後もそんなにやることがあるのだ？あるある。材料が良くても運び方が大変だと意味が薄いじゃん。だからかかったお金に見合うかを見るって話になるわ。みんなは海の資源って聞くとワクワクするのだ。あーしは好きだな。見えないところに話があるの面白いじゃん。私も輸入頼りが少しでも減るなら悪くないと思うわ。次は SNS の投稿の見え方をめぐるニュースなのだ。総務省が5社に勧告したのね。勧告ってただの注意より重いやつじゃん。去年できた情報流通プラットフォーム対処法で公表のやり方まで決まっていたのだ。長い名前だけど要は変な投稿への対応を見せてねってことね。 SNS の運営側がどう動いたかを年に1回出す流れなんだよね。各社が今年5月までに出した内容を見て一部が足りなかったのだ。 Google、メタ、X、それに湘南西部ホームとドワンゴの合わせて5社よ。動画サイトや掲示板も入るの。利用者からすると納得じゃん。コメント欄とかもあるし。来月末までに修正して出してねとなっているのだ。直すのが大変でも何も見せないよりは次の一手が必要ってことね。 Google と X には作業の予定まで出してって話もあるよね。そこまで書くと利用者も見やすいのだ。見やすいというか言っただけで終わらせないためよ。あーし、こういうのって見えるかどうかが結構大事だと思う。みんなは通報の流れとか見たことあるのだ？私は一応見るわ。ちゃんとしてないと少し引っかかるもの。あーしも変なのを見つけた時に迷わないようにしときたいじゃん。お次は PayPay とセブン&アイの話なのだ。ID を一つにまとめる方向で調整って結構大きいじゃん。会員数が延べ1億人超えになりそうってところが派手ね。 PayPay、ID と 7ID を統合する方向なのだ。ID って要は会員番号とかログイン先みたいなもんだよね。それがまとまると買い物の記録もつながって分析もしやすいしクーポンも出しやすいわ。セブン&アイは全国におよそ2万2000店あるのだ。それだけあったら使う場所が多すぎて逆に迷うくらいじゃん。しかもソフトバンクや PayPay が数千億円規模の出資を検討しているんでしょ。お金の動きも大きいわ。数千億円規模って聞くだけで頭がクラクラするのだ。でも利用者から見たらログインが減るのはかなり助かるよね。便利さはわかるけどデータの扱いが雑だと一気に冷めるわ。ポイント経済圏ってスタンプが一つの帳面に集まる感じなのだ。その例え割とわかりやすいじゃん。私はクーポンより先にちゃんと使えるかを見るわね。みんなは ID が一つにまとまるの楽だと思うのだ。あーしは楽派。ログインが減るだけで嬉しい。私は便利さと安心の両立ができるかを見たいわ。ここでちょい一ネタ。資源って最初から宝だって決まってるわけじゃないよね。そうなのだ。
人が使えるものなら資源って考えるから、時代や技術で見え方が変わるんだって。前はただのゴミでも、後で資源になることがあるってことね。そうそう。だから分別とか再利用って、割と未来につながる話じゃん。深海の泥も、そういう見方だと一気に変わるのだ。天然資源は偏ってるし、取りやすいものばかりじゃないものね。概要欄にもリンクを置いてあるのだ。コメントで、今日一番気になった話を教えて。海の話も、ルールの話も、仕組みを知ると見え方が変わるわね。また一緒に見てねなのだ。